どうも、ワンピースを謎解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年3-4合併号、ワンピース最新話、1035話、ゾロ VS キングを考察していきます。この1035話はコミックス102巻の最後の回であり、考えることがてんこ盛りです。そして僕はこの1035話に黄金の鐘が鬼ヶ島に登場したと考えます。は？どういうことでしょうか。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は怒涛の語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。今回1035話のスタートはクイーンを倒したサンジ。魔人となったサンジが炎の蹴りでクイーンを鬼ヶ島の場外へ吹き飛ばしました。そしてサンジはネズミの忠治を遅めに手渡し、ジェルマ時代に唯一友達だったネズミを思い出して遅めの誤解を解いて力尽きて倒れました。これが1035話の話数の語呂合わせ一つ目、自由三五郎。自由三五郎でしょう。ジェルマの呪縛から解き放たれ自由になった三五郎ことサンジ。これでサンジ VS クイーンもジェルマの呪縛にも決着し、サンジに優しい顔が戻りました。ちなみにこのネズミの忠治とエキサイのクイーンの話は落語の演目やぶ入りが元ネタでしょう。解説するとマニアックで長くなるので、興味がある人は12月17日に投稿した僕のツイッターをご覧ください。場面は変わってゾロ VS キング。覇王色を開眼させたゾロがバリッという覇王色特有の音と黒い電撃で強固だったキングを切りました。剣に覇王色をまとわせたゾロはまるでロジャーや白ひげのよう。そしてここでゾロはキングの秘密に気づいたようです。キングは背中の火が消えると動きは速くなるが防御力は下がると言います。確かにキングはここまで大技を放つ際には背中の火が描かれていませんでした。これが1035話の話数の語呂合わせ2つ目、火の三逸。火の三逸でしょう。5は5つの逸です。三逸とは熱力学において非平行状態、つまり釣り合いが取れていない状態であっても形が崩れない性質のものを三逸構造といい、炎はその三逸構造です。ただし三逸構造のものはエネルギーの供給が止まると形が崩れます。それが火の三逸です。とにかくキングの背中の火の供給がストップするとほぼ無敵のキングは崩れてゾロが刀で切れることを表している語呂合わせのようです。ここでゾロに切られたキングはマスクを外し、ついにキングの素顔が明らかになりました。その顔はイケメン。あの不気味な変顔、天ぷらうどんを放っていたキングとは思えないほどの美形。ワンピースにおいてイケメンの強敵が登場したのはいつ以来でしょうか。魚人島、パンクハザード、ドレスローザ、ホールケーキ、ゾウ、少なくとも10年以上イケメンの強敵は登場していないかもしれません。しかも三つ編み長髪のおしゃれイケメンです。そして左目にはワイパーのような植物のタトゥーをしています。それを見た百獣海賊団の雑魚たちは黒い羽、白髪、褐色の肌、それこそがルナーリア族の特徴だと言い、それを政府に報告しただけで1億ベリーもらえると言います。これが1035話の話数の語呂合わせ3つ目、瞳悟空。瞳悟空でしょうか。瞳悟空とは人間そのものを神へ捧げる生贄のことです。キングは神と呼ばれたルナーリア族ですが、それは古き神であり、現在の新しい神は天竜人ですから、ルナーリア族という瞳悟空の情報を神である天竜人に捧げれば大金をもらえると言います。そして神翼といえばゴッドエネルと敵対した白い翼の月の民シャンディアでしょう。キングの髪型やタトゥーの位置は月の民ワイパーにそっくりです。キングとワイパーは表裏一体キャラの可能性があります。ルナーリアとは月のようなという意味であり、それは月の民のようなという意味でしょうか。月の民が白い翼でルナーリアが黒い翼です。月の民コニスは空島でサンジに天使と言われていました。となるとルナーリアであるキングは打天使のイメージでしょうか。これまで何度も考えてきたように、空島とワノ国の鬼ヶ島は表裏一体で描かれていると考えます。打天使とは神に反逆して天界から追放された天使のことであり、黒い翼となった天使は反転して悪魔と呼ばれていました。例えば打天使ルシファーはイコールサタンのことです。ワイパーも初登場時はキングのような仮面をつけていました。そんな月の民シャンディアのワイパーの目的は君臨する神を倒し祖先の土地を奪い返すことでしたから、もしかしたらキングもまた何かルナーリア族としての目的があるかもしれません。シャンディアの火を灯せ、ルナーリアの火を灯せ。とにかく顔バレしたキングは狩人という技で炎の竜を呼び出して周りの百獣海賊団の雑魚たちを燃やして黙らせます。これが1035話の話数の語呂合わせ4つ目、火の雑魚。火の雑魚でしょうか。ここでゾロがキングを何族なんだと挑発すると、キングはブチ切れてトサカとくちばしのあるプテラノドンに変身してゾロに向かって飛んでいきます。
これが1035話の話数の語呂合わせ5つ目、トサカ。トサカでしょう。かを表す数字はないので、5を家行と捉えて代入です。怒りが込み上げることを日本ではトサカに来ると言いますから、ここではプテラノドンのトサカとかかっています。トサカに来たプテラノドンのキングはゾロに猛攻撃を仕掛け、ここでゾロはキングに十分君臨してきたんだからその席を開けろと言うと、キングは調子に乗るな、カイドウさんこそ海賊王になる男とかっこいいセリフを放ち、場面はカイドウと出会ったパンクハザードの実験施設へ。これが1035話の話数の語呂合わせ6つ目、トゥーミーツ。トゥーミーツでしょう。こちらは先週語呂合わせのみ的中できました。トゥーミーツとは何々に会うという意味ですから、ここでは若きカイドウとキングの出会いを表す語呂合わせになっています。そして何度も考えたように、ルナーリアの語呂合わせはルナーリア。676話であり、676話にはカイドウとキングが脱走したパンクハザード PH006 の施設が描かれ、そこではルフィたちが牢屋に捕まっていたのも面白いです。このパンクハザードでカイドウはヤマトのように手錠をつけられ人体実験されていたようですが、ある日逃亡を決意したようです。そこでは同じく実験体として捕まっていた少年キングも誘っています。耐久度の高いキングは実験には最高のモルモットであり、政府は手放せないだろうとカイドウは言います。664話でチャヒゲは確かにベガパンクや政府はパンクハザードで囚人をモルモットのように人体実験していたと言っていました。これも1035話の話数の語呂合わせ3つ目の瞳悟空。瞳悟空でしょう。そして現在カイドウは59歳、キングは47歳なので、この思い出のパンクハザードはおよそ30年前でしょうか。カイドウが29歳、キングが17歳あたりに見えます。カイドウはパンクハザードで青龍の血統因子を抽出され、その血統因子からベガパンクは桃之助が食べた精巧な悪魔の実のコピーを作り上げたのでしょうか。ここで少年時代のキングはカイドウに世界を変えられるかと聞くと、カイドウは俺しか変えられねえと豪語し、一緒にパンクハザードを脱走します。これが1035話の話数の語呂合わせ7つ目、ゼロを前につけて Let me go。 Let me go でしょう。 Let me go とは話してくれ、行かせてくれという意味です。そしてここでキングの本名がアルベルだと判明しました。アルベルの由来は何でしょうか。月のクレーターアーベルでしょうか。ルナーリアとは月のようなという意味ですから、月のクレーターの名前はイメージと合致しますが、しかしおそらくそうではなく、アルベルとはアルベル、黄金の鐘。先ほど考えたようにキングは明らかにワイパーと表裏一体であり、ワイパーの目的は黄金の鐘を鳴らすこと、シャンディアの火を灯すことでした。そしてキングの名前はアルベル。ベルがある。アルベルです。僕はここまで空島と鬼ヶ島の表裏一体から、鬼ヶ島にも必ず黄金の鐘が登場すると考え、それはこちらの動画では巨大な松の中かもしれないなどと色々と考えてきましたが、空島で見た幻の黄金の鐘と表裏一体となる鬼ヶ島における幻の黄金の鐘は、ある意味でアルベル、ルナーリアの火、キングだと読み解きます。つまり空島では黄金の鐘イコールシャンディアの火でしたが、鬼ヶ島ではアルベルイコールルナーリアの火災のキングです。そして空島スカイピアは神の国とも言われていました。そしてカイドウは少年アルベルの力を認めてキングと名付けました。カイドウは俺の影にいろ、誰にも渡さねえと言い、ここでのカイドウはかなりいい上司のような感じがあり、さらにボーイズラブ感もあってカイドウにキュンときました。これはパンクハザードでローにわざわざ鳥人間に改造してもらったモネともリンクしているようです。モネはパンクハザードでドフラミンゴこそが海賊王になると信じていました。氷の鳥人間モネと炎の鳥人間アルベルです。そんなキングの改装シーンを打ち破るように、ゾロが煉獄おにぎりでキングを切ると、その後ろの岩も切れていますが、それはヤマトと共に脱走した下月牛丸、宇月天ぷら、風月おむすび3人の剣豪が雨の岩戸を切った時の切り口にそっくりです。つまり三刀流のゾロは一人であの時の剣豪を体現しています。そしてゾロはキングの背中の炎を冷静に見て、炎が燃えている時は様子見をしています。これが1035話の話数の語呂合わせ7つ目、富公美。富公美でしょう。富公美とは様子を伺うことです。そんなゾロにマグマのような飛竜、顆粒丼を浴びせるキング。顆粒丼とは顆粒うどん、カリーうどんでしょうか。そんなキングは刀さえも炎の熱で鍛冶職人のように加工してデコボコにできるようで、ゾロが持つ3本の名刀を一気に引っ掛けて奪おうとします。これが1035話の話数の語呂合わせ8つ目、デミウルゴス。デミウルゴスでしょうか。デミウルゴスとはギリシャ語で制作者、職人を意味します。
鍛冶職人ならぬ鍛冶職人のキングには名刀は渡さないというゾロ。ここでゾロはキングがスピードを上げたことを確認して一刀流薬効鳥を浴びせます。この薬効鳥も煉獄おにぎりもゾロは魚人刀で放っていましたから、こちらの動画で考えたようにここでも魚人刀先取り説が成立しています。そしてキングの体質を理解したゾロは再びキングを煽りますが、キングはそれでも生物として俺には勝てないと言い上空へ飛び立ち、大森狩うどんならぬ大森狩うどんという巨大な飛竜をゾロに放ちます。これにゾロは覇王色をまとった剣猿王三刀流ではなく、火を切れる狐火竜の進化版猿王三刀流一百三条飛竜地獄を放ちます。この技の片鱗は村のじじいこと幸三郎の前で幼少期のゾロが練習していた剣の構えにそっくりです。これが1035話の話数の語呂合わせ9つ目、一百三条。一百三条でしょうか。語は中国語でウーです。ゾロが放った大技猿王三刀流一百三条飛竜地獄の元ネタは江戸時代のシュールな漫画一百三条芋地獄でしょう。この漫画を簡単に解説すると、昔々136箇所の地獄を全て見て回った豪傑がいたそうです。そんな地獄をコンプリートしたその豪傑がこの世に帰ってくると、近所の子供たちが芋地獄という聞いたことがない地獄の名前を言ってるので、それを確かめに再び地獄へ戻ると、芋地獄とは通常の地獄ではない裏の世界の地獄のことで、そこでは閻魔大王ではなく天外大王というタコが芋人間に裁きを与えています。芋人間たちはその地獄ですりおろされたりしています。そんなタコの天外大王はどうやら閻魔大王のポジションを狙っているらしく、しかしそれが閻魔大王にバレて、最後には閻魔大王に裁かれてゆでだこになってしまいます。これが江戸時代のシュール系漫画一百三条芋地獄です。それではなぜ小田先生はこんなタコと芋の地獄話をゾロの大技の名前に採用したのでしょうか。それはおそらく閻魔という刀の名前から連想したものですが、それだけではないでしょう。ここまでゾロはとにかくタコと戦う因縁があるからです。タコの魚人ハッちゃんにタコ入道のミスターワン、タコの空魚、タコの魚人氷蔵にタコの怪物スルメ、ピーカのフルボストン、さらに水中ではゾロだけにタコがくっついていました。そして今回は偽の閻魔大王ことタコの天外大王を裁く一百三条芋地獄をモチーフとした一百三条飛竜地獄を放っています。というわけで今後もゾロとタコの戦いには注目です。そしてさらにゾロとキングの最後の見開きは、和の国では東神様と呼ばれ、異国の地では竜魔ドキングと呼ばれていた竜殺し下月竜馬とリンクします。これが1035話の話数の語呂合わせ10個目、火の御事。火の御事でしょう。御事とは古代日本において王や王子、神を表す呼び名です。この1035話にはその火の御事が3人登場しています。1人目はジェルマのプリンス、つまり王子であり、そして魔人イフリート、つまり神であるサンジです。2人目はカイドウにキング、つまり王と呼ばれ、かつて神とも呼ばれていたルナーリア族のキングです。そして3人目が閻魔大王こと猿王であり、さらに東神様、神である下月竜馬と重なるゾロでしょう。ゾロは656話でも竜、ドラゴンを切っていました。この656話の話数の語呂合わせは竜殺し、竜殺しです。6は中国語で竜です。そしてこのパンクハザードの竜、ドラゴンの名前を皆さんはご存知でしょうか。ゾロが切ったパンクハザードのドラゴンの名前、それはドラゴン13号。ドラゴン13号。これが1035話の話数の語呂合わせ11個目です。656話竜殺しのドラゴン13号と1035話の竜殺しとパンクハザードがつながっています。これこそが話数の語呂合わせの真骨頂。ワンピース考察において語呂合わせを取り入れてないと、このつながり、この領域にはたどり着けないのです。そしてさらに海賊王ロジャーの右腕レイリーが冥王レイリーなら、未来の海賊王ルフィの右腕は猿王ゾロなのかもしれません。とにかく王であり神であるサンジ、キング、ゾロの3人はこの1035話における火の御事でしょう。となると海賊王を目指しているルフィも火の御事になるかもしれません。以前考えたようにルフィのギアフィフスが不動明王のような姿なら、火の御事がルフィにも成立します。本編の流れの考察は以上です。続いてはまた新情報が追加されたキングについて考えましょう。キングについてはまずこちらの動画でサンジとのつながりを考えました。それは1023話ウリ2つにおいて発火するサンジがクイーンに発火するルナーリア族のキングと重ねられていたからです。
そこではキングの眉毛はもしかするとサンジたちジェルマ兄弟と同じくグル眉かもしれないとも考えましたが、キングの眉毛はグル眉ではありませんでした。しかしキングの顔と名前、体質が明かされたこの1035話の扉絵から短期集中連載でジェルマが描かれています。このことからジェルマとルナーリアには何かしらのつながりがありそうですが、現在キングとサンジは体が硬くて発火するという共通点以外はまだ確認できません。ただし翼とグルマユというイメージは以前考えたジョーラの絵ダイイングアートのチョッパーの部分を想起させます。チョッパーの下にはウサギが2匹おり、これは月の民とルナーリア族を表しているのでしょうか。ジョーラの絵全体は太陽の神が封印された日本神話雨の岩戸のような雰囲気も感じます。このジョーラの絵には今後も注目すべきでしょう。次にこちらの動画ではキングの正体は高熱によってダイヤモンドのように硬くなれる石炭人間だと考えました。キングはこの1035話で火が消えると防御力がダウンすると判明したので、一応まだこの考察は生きています。そして問題なのは先週発生したキングに関する事案です。今月放送のラジオ番組 MBS ヤングタウン土曜日の MC 日本のコメディアンさんまさんは、人を笑わせ苦悩を解放する太陽の神ニカのモデルは自分ではないかと番組内で盛り上がったそうですが、この番組中にさんまさんと親交がある小田先生は直接電話をして太陽の神ニカのモデルはさんまさんではないと伝えたそうです。そこで小田先生はさんまさん曰く次回から顔出るんですけどと言ったとも言います。そして今週キングの顔が出ました。つまりこの話が正しいなら太陽の神イコールキングということになってしまいます。僕は過去に4本もの動画を通して太陽の神ニカはルフィを表すもの、ルフィに関係すると考えましたから、もしもキングが太陽の神ニカならこれらの考察は外れとなるので恥ずかしいです。確かにキングは太陽の神ニカのように柔らかそうでもあり、顔を引っ張り天ぷらうどんを放っていました。しかしルナーリア族の特徴は黒い翼だとも明かされています。太陽の神ニカのシルエットには翼はありません。また天ぷらうどんを見たゾロは特に笑ってはいませんでした。つまりキングは人を笑わせてはいません。むしろキングは囚われていました。奴隷を解放するニカのイメージとは真逆になっていますが、この辺はどうなんでしょうか。さんまさんが神という存在ニカとキングを聞き間違えたという可能性があるかもしれません。この答えは来年まで待ちましょう。ちなみにキングことアルベルは世界を変えたいと言っています。このことからかすかですが、いつかキングはルフィたちの味方になる可能性があるかもしれません。ルフィたちは世界政府と巨大な戦いを行うでしょうから、味方になる可能性はあるでしょう。以上です。続いてはいつものように次号1036話の展開を話数の語呂合わせから予想していきましょう。1036話の話数の語呂合わせ予想、一つ目は入れる三刀流。入れる三刀流というのはどうでしょうか。引き続きゾロ VS キングが描かれるなら、さらに三刀流をキングに叩き込むかもしれません。1036話の話数の語呂合わせ予想、2つ目は問う侍。問う侍というのはどうでしょうか。もしくは問う三刀流でしょうか。ゾロは今回刀と会話をしていますから、1036話でも刀に問いかけるかもしれません。1036話の話数の語呂合わせ予想、3つ目は天を見ろ。天を見ろというのはどうでしょうか。もう過去に5回ぐらい予想して外しまくっていますが、一応今回も天を見ろという語呂合わせが成立していますから、浮遊する鬼ヶ島を住民たちが発見しそうな語呂合わせではあります。しかしもう一つの解釈として、天を見ろとは高みを見ろという向上心を表す言葉でもあります。エースが言っていた海賊の高み、つまり四皇街道と戦うルフィを表す語呂合わせかもしれません。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。
チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。